皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はアメリカとロシアです。まずアメリカはトランプ大統領が就任したばかりなわけですが、早くも第3期に向けての憲法改正決議案が議会に提出されたそうです。アメリカの現在の憲法では、大統領になれるのは2期8年と決まっています。しかし、決まっているんであれば変えればよいじゃないかといった考え方をすれば、何も今期限りという考え方をしないでもいいというような意見もあります。こういった考え方は別に珍しいわけではありません。日本においては憲法改正となると、何か一文でも変えれば日本が滅亡するかのような話をする人も多く、ちょっとでも変えることを許さないというような人もいるわけですが、世界では憲法改正をしている国は非常に多くあります。もちろん通常の法律に比べれば憲法の改正の方がハードルが高くしてあるわけですが、時代が変われば状況に合わせて修正をしていくということは何も悪いことではありません。ただし、トランプ氏の3期目を可能とする憲法改正決議案は今のところ本気のものではありません。毎日新聞の記事よりトランプ氏参戦可能にする憲法改正案、共和党下院議員が提出。アメリカ連邦議会で共和党のオグルス下院議員がトランプ大統領の参戦を可能とする憲法改正決議案を提出した。憲法改正のハードルは高く、民主党の一部が同意しなければ不可能なため、現実味合う推移が共和党のトランプ党化を象徴する動きと言える。オグルス氏は声明で、トランプ大統領の決断力を伴ったリーダーシップは過去4年間の混乱や苦しみ、経済的衰退とは好対照だ。トランプ氏が3期目を務められれば、アメリカが必要とする力強い指導力を維持できると述べた。合衆国憲法修正22条により、大統領は原則2期8年までしか務められない。トランプ氏は2024年11月の大統領選で投票した際、当落に関係なく、今回が最後との認識を示していた。しかし、選挙後の共和党下院議員らとの会合で、あなた方が何かしない限り再び出馬することはないだろうと冗談めかして言ったこともある。憲法改正の発議には連邦、上下両院で3分の2以上の支持、もしくは3分の2の州議会の要請が必要になる。実際に改正するには、さらに4分の3以上の州議会が承認する必要がある。共和党は連邦上下両院の多数派を占めるが、両院とも過半数をわずかに上回る議席しかなく、州議会で多数派を占める州も3分の2には届いていない。アメリカの議会において、共和党は今のところ、上院、下院、どちらについても過半数を得ています。しかし、3分の1以上となると、民主党の側からも賛成票が入ってこないと成立しないものです。上院でも下院でもそれは無理だろうと言われていますから、今回の憲法改正決議案というのは、通らないことを最初から分かった上での提出です。じゃあなんでこのようなことをするかといえば、今、トランプ大統領に対して忠誠を示そうとする議員の動きというものがあります。それは単純にポストが回ってくるためということもありますし、次の中間選挙やさらにはその次のことも考えている人が多いと言われています。たとえトランプ大統領が任期を終えた後になっても、トランプ大統領の息のかかった人物が次の共和党の主流派となり得るといったことがあり、今からせっせと自分がいかにトランプ大統領に対して貢献できるか、そういったポーズを見せることが求められています。単純にトランプ大統領のその後でトランプ流を引き継ぐような形での主流派形成といったものはそんなに絵空事のことでもありません。というのも共和党の資金管理やもしくは共和党の人事において必ずトランプ氏に近い人物がポストを得ているからです。そのため、たとえトランプ氏が大統領が終えた後でも、院政を引くような形か、もしくは強い影響力を維持することが十分考えられるわけです。ただし、今回の話としてはそのようなあくまでも忠誠を示すための動きにしか過ぎないと私は見ているわけですが、大統領の任期がもうないというのであれば、それを伸ばそうといった動きは、ロシアや中国では当たり前のように行われています。例えば、ロシアでは、憲法では大統領は2期8年と定められていました。しかし、プーチン大統領は積極的に憲法の改正に取り組みました。まずはじめに行ったのが、
大統領の任期の延長です。2008年には大統領の任期を4年から6年に延長しました。その上で2012年に再び大統領に復帰。2014年にはまた憲法改正を行い、司法や検察機関への大統領権限を拡大させました。2020年にはまた憲法改正を行いました。この時、大統領の任期に関して憲法を改正したんだからといった形で、それまでの任期のリセットを行い、プーチン大統領はまだまだこれからも大統領に居続けるといったことを表明しました。これまで何度か大統領はやったけど、憲法改正したんだからもう一度ゼロからやってもいいよねといった形にしたわけです。これにより1期あたりの任期が6年、2期12年、2036年まで憲法に基づいて大統領職に就けることとなりました。さらに自分の権限についても強化しています。議会が承認した首相を解任する権限が与えられ、現職だけでなく大統領経験者にも不逮捕特権適用といったことが定められ、さらに大統領経験者は終身上院議員とするといった旨も盛り込まれました。プーチン大統領は少なくともどのような身分になろうとも、今後ロシア国内においては逮捕されることがないことを憲法上で規定されたのです。こういったロシアの動きを見ているアメリカの議員が何かこれらの動きからヒントを得て、アメリカで憲法改正に乗り出したいと思うかもしれません。さて、そんなロシアなわけですが、今日もウクライナ軍の遠距離攻撃により石油精製施設が炎上しています。ウクライナ軍の大規模なドローン攻撃がロシアのリャザン石油精製所を襲い、火災と空港閉鎖を引き起こす。ウクライナ保安庁は特殊作戦部隊と共同で、ロシア最大のリャザン製油所の一つとリャザン火力発電所に対してドローン攻撃を開始したと地元報道に語った。情報筋によると、年間1700万トンの石油処理能力を持つこの製油所では、少なくとも3つのタンクが燃えている。無人機の攻撃で発生した火災は、ディーゼル燃料と航空灯油の水素化処理装置がある作業場に燃え広がった。地元住民はインターネット上に50回以上の爆発があったと報告している。ロシア当局は1月23日と24日の夜間に120機以上のウクライナの無人航空機がロシアの複数の地域に向けて発射されたと報告した。ロシアのメディアは攻撃により工業、石油、エネルギー施設が被害を受け、空港の運営が混乱をしたと報じている。こちらがその映像。少し遠いところではありますが、工場がかなりの炎上をしていて、夜空を照らしています。もっと近くでわかりやすい映像がこちら。あまりの炎上で燃え盛る炎によって辺りが明るく照らし出されている様子がわかります。また今回の攻撃では石油精製所だけではなく、ロシアのミサイルシステムに使用される工業製品を作っている工場も攻撃されたと報じられています。インターネット上には工場が炎と濃い煙に包まれる様子を映し出した動画が出回っています。こちらがその映像。ちょうど大きな爆発があった後で、少し遠いですが黒煙が空に立ち上っています。ロシア側は大したことではないというような発表をしているわけですが、火事が続けば当然のように工場は生産の一時的な停止が必要でしょう。この工場はロシア軍のパンツィーリ防空システム、長射程のミサイルであるイスカンデルミサイル、その他レーダー基地や電子戦システム、ドローンなどのミサイルシステム用の電子部品を含むロシアの軍事装備の重要な部品を製造しているとされています。そしてロシアがソ連時代の遺産を使い果たそうとしているというニュースについて続報が入っています。車両保管施設が続々と空になるロシア。70年前の装甲車すら貴重に。独立系のアナリストらは1年ほど前、ロシア極東の戦車保管基地で動きが活発化していることを記録していた。旧ソ連で1950年代に開発された BTR-50 装甲兵輸送車数十両が基地から引き出されていた。アナリストによると、車両保管基地にあった63両の BTR-50 が全て移送されました。だが、BTR-50 のような博物館の展示品クラスの車両は1300キロ近くに及ぶウクライナの戦線でむしろ珍しくなくなりつつある。しかしこの復活も一時的なものかもしれない。ドローンの優位性が強まってきているこの戦争ではロシア軍のあらゆる車両が絶滅危惧種なのだ。BTR-50 は
1954年に就役し、以後12年にわたってソ連軍の主力戦闘車両だった。より重武装重装甲の BMP-1 歩兵戦闘車が1966年に登場すると、BTR-50 は第2戦部隊に回された。これら数千両の BTR-50 は砲兵や工兵の輸送、対空砲の牽引などに利用され、その後、この役割も MTLB 装甲牽引車にとって代わられていった。2022年後半時点で、ロシア軍が現役で運用していた BTR-50 はほんの数両だった。他方、他の数千両の BTR-50 は退役した後、野ざらしの保管施設で錆びついていた。2年前なら、これら余剰の BTR-50 がウクライナの戦線に投入されることは考えられなかった。これは、ロシア軍がこの戦争で装甲車両をはじめとする重装備を1万5000点以上失う前の話である。当然この1万5000点もの装甲車両が破壊されたのはウクライナ軍との戦闘においてです。ロシアの産業界による装甲車両の年間生産数は BMP-3 歩兵戦闘車が200両程度、T90M 戦車が90両程度、装輪の BTR-82 装甲兵輸送車など、その他が数百両とみられる。したがって、ロシアは戦闘で失った車両の補充の大部分を冷戦時代の古い在庫に頼らざるを得ない。3年前には、ロシア各地の屋外保管施設に戦車やその他の装甲車両が合計で何万両もあった。だが、これも無尽蔵ではなかった。古い在庫が枯渇し始めると、ロシア軍は全地形対応車やオートバイ、トラック、乗用車、さらには電動スクーターと民生品寄りの車両を使うようになった。今となっては、ロシア軍の装甲が全くない民生車両などが歩兵を満載してウクライナ軍の陣地側に向けて突進してくるのはありふれた光景になっている。最近の衛星画像はロシアが置かれているさらに深刻な苦境を示している。かつて在庫が豊富にあった屋外保管施設のいくつかはもはや引き出せる車両がないのだ。70年前に遡る BTR-50 すらもだ。とはいえ、これはロシア軍が戦い続けられないことを意味しない。それは、ロシア軍がますます徒歩で戦うようになることを意味する。驚くべきことに、ドローンによる絶え間ない攻撃にさらされる状況では、車両に乗っているよりも、徒歩の兵士の方が生存率が高い。歩兵は分散して動くため、捕捉しづらい目標であるのに対して、車両は一般に目立つからだ。だが、歩兵にはできないことがある。防御のほころびをついて、敵陣深くまで迅速に侵入することができない。ロシア軍による最近の前進が、キロ単位ではなく、メートル単位で測られることがほとんどなのはそのためだ。残存する BTR-50 が、70年前のものであるにもかかわらず、ロシア軍にとっては貴重な装備である理由もそこにある。つい先日、トランプ大統領は OPEC に対して石油価格の値下げといったものを求めました。これはロシアにとって大きな外貨収入源となっている石油、この市場価格そのものを全体的に大きく引き下げることができれば、ロシアにとっても大打撃となるからです。ただしトランプ大統領が求めたからといって、OPEC 側がはい、そうですといった具合にして、石油価格の大幅な引き下げがなされるような石油の大増産などに動くとはちょっと思えません。彼らにしてみれば、正直、石油価格が高ければ高いほど自分たちの収入の向上につながるので、供給量が多すぎるなと思えば、みんなで話し合って減産に乗り出しますし、アメリカの意向とはちょっと関係のないところで活動している人たちです。石油価格そのものを大幅に引き下げれば、ロシアにとって大打撃になるという狙いどころは正しいので、あとはアメリカ国内における石油や天然ガス開発をどれだけ進められるかです。トランプ政権になったから許認可が下りやすくなったよとはなっても、当然のように資源開発には年単位の時間が必要ですから、さあ明日からみたいな形でいきなりアメリカで石油や天然ガスの産出量が一気に増えるわけではありません。ただ、開発に取り組むところが増えれば増えるほど将来的には供給量が大幅に増えて在庫がダブつくようになるんだなということが分かれば、市場は値下がり方向へと向かうわけなので、トランプ氏がどこまで資源開発を促進するかにエネルギー価格の動向がかかっています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。